それではどうぞ。いただきます。
んにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。どうぞ。失礼します。本日のメニューはこちらになります。ありがとうございます。ハリイカ料理。はい。初めてです。今日は美味しいイカを用意したので、ぜひ食べてください。ありがとうございます。ドリンクどうしましょう。今日は緑茶で。わかりました。こちらおしまいになります。ありがとうございます。緑茶です。ありがとうございます。では今日はこちらのハリイカを使ってお作りとお寿司を作らせてもらいます。で、このゲソを使って炭煮を作ってますので、それもお出ししますね。それでは今からお作りの方を作っていきます。お願いします。こちらがハリイカで、この上の部分をお寿司、こちらの下の部分をお作りで作っていきますね。私、はい、ハリイカにちょっと馴染みがないんですけど、はい、どんな感じのイカになるんですか？ハリイカですね、その由来、名前の由来なんですけど、こちらが、ハリイカの胴体についている甲羅の部分になります。こんな甲羅がついてるんですけど、この先端を見てもらうと分かるんですけど、針がついてます。本当ですね、はい、これがハリイカの特徴になってます。そこから由来が。そうです。で、この甲羅自体もイカが昔貝だったっていう由来が残って、この甲羅が残っている状態になってます。へえ、すごい。本当に硬いんですよ。音硬い音してますね。面白い。すみません、ありがとうございます。いえいえ。で、ハリイカの方はこれが身の内側、外側があるんですけど、外側の方が少し硬いので、切れ目を入れて食べやすくします。で、そうするとイカの中に旨味がたくさん入っているので、それを味わえるように切っていきます。で、次に味わいを変えるためにここを半分に切ります。で、この中に海苔を挟みます。で、次にイカのエンペラという部分で胴体についている、要は耳の部分ですね。ここも今日は食べてもらいます。私初めていただくかもしれないです。そうですか。ここはイカが一番動くところになりますね。魚でいうヒレの部分になってて、歯ごたえがあって旨味もあるので、ぜひ食べてほしいところになります。すごい楽しみです。それでは盛り付けていきますね。お待たせしました。お作りです。で、こちらはイカを何層にも分けて切ります。すごいですね。
これでイカの甘みの部分をはい。味わってみます。やっぱ切り方で感じ方っていうか違うんですね。そうですね、食感と甘みと変わってきます。でこれをそうめん状にしていきます。それではお寿司の方を握っていきますね。レモン水使って握られるんですね。そうですね、素手の場合は酢水を使ったりするんですけど、この手袋の場合はレモン水の方が良くて、このレモンに含まれているオイルが水に溶けて、それがシャリを弾いてくれるので、手につきにくくなるんですよ。そういうことなんですね。はい、知らなかった。お寿司の完成です。こちらがゲソの炭煮になります。それではどうぞ。いただきます。すごい。どちらからいただきましょうかね。よかったら炭煮の方からどうぞ。ありがとうございます。ゲソ部分いただきます。すごい美味しいですね。よかったです。なんかこういう炭煮っていうの初めていただいたんですけど、そうですか。はい。もう全然臭みもなくて、もうむしろ旨味。そうですね。やっぱり新鮮なイカを使ってるんで、やっぱり臭みっていうのはなくて、イカってもうどんどん鮮度が命になるので、やっぱ時間を置いてしまうと臭みが出てきてしまうんですけど、その臭みを出る前に調理をしているので。すごい。これってイカ炭が入ってるからこういうお味になるんですかね。そうですね。イカ炭っていうのは本当に美味しさの塊になるので、タウリンとかビタミンとかアミノ酸がすごい豊富になります。そうなんですね。そうなんですよ。でイカのその炭の意味ってところなんですけど、イカは炭を吐いて逃げるんです。でその炭っていうのは美味しさの塊って先ほど言ったんですけど、それが魚からしたらそっちがイカやと思うんですよね。面白い。そうでそれがイカやと思わせといてイカは逃げるっていう方法でそのイカ炭を使ってるので、でその美味しさがここに詰まってるわけです。そういうことなんですね。よかったらお箸交換しますね。ありがとうございます。イカ炭ついちゃったんで。すいません。そしたらお願いします。どうぞ。ありがとうございます。次お作りなんですけど、こちらがイカの胴体をノーマルにそのまま切ったところになります。でこちらがイカの胴体の間に寿司の海苔を挟んでやってるものになります。でこちらがエンペラ、イカ耳の部分になりますね。それぞれ味が違うと思うので楽しんでください。じゃあノーマルなものからいただいてみたいと思います。すごい切れ目入れていただいてるからかすごく食べやすいですね。そうですね。もともとハリイカ自体も柔らかくて食べやすいイカにはなるんですけど、それをさらに切れ目を入れて食べやすさとで中の甘みを出すようにしてます。海苔が挟まってるってちょっと初めてです。ぜひ食べてください。
すごい海苔の風味がもう口の中に広がりますね。そうですね。イカ自体旨味はあるんですけど、うん味がやっぱり薄いというかのあるので、そこに海苔を挟むことで磯の香りであったりとか、海苔の風味がすごい伝わってくると思います。はい、美味しいです。じゃあエンペラいただいてみます。よかったら生姜とレモンを絞って、はい、食べてみてください。すごいエンペラって歯ごたえが胴体と全然違いますね。そうですね。やっぱり身自体は柔らかいところなんですけど、そのエンペラの部分は先ほど言ったヒレのようなところなので、筋肉がすごい締まってるところなんですよね。だからこう歯ごたえが違うので、こうやって食べ比べてもらうとすごい分かりやすいと思います。ではお寿司の方どうぞ。ありがとうございます。こちらの方はイカそうめんになってまして、レモンと塩がかかってますので、そのままお食べください。はい。すごい切り方もあるのかお塩なのか、すごい甘みがやっぱお刺身の時とちょっとまた違った感じで感じれました。そうですか。はい。そうですね。イカってね、本当に美味しいシートがこう何層も何層も重なってる感じなんですよね。それを先ほどみたいに1枚ずつこう剥いでいくような切り方をやってそうめんにしたので、その甘みをすごい感じやすくするためにああいう風にやってます。すごいですね。切り方で全然変わるんですね。そうですね。ノーマルタイプもどうぞ。いただきます。なんか私今までイカ結構食べてきたら、結構噛み切れないこととか多いんですけど、今日いただいたイカさんはすごい噛み切りやすいですね。そうですね。仕込みの段階で膜は取る、そのイカの膜は取るんですけど、やっぱり外側に向けてイカの硬さっていうのが出てくるんです。その硬い部分を切れ目入れることであんだけ食べ応えはあるんですけど、歯切れがいいイカになります。ね、本当にイカそうめんとノーマルタイプと全然違うものみたいで、そうですね。はい、美味しかったです。両方良かったです。楽しんでもらえてありがとうございます。今日も美味しかったです。良かったです。ごちそうさまでした。ありがとうございました。